あなたはポータブル電源を買う必要がありますか？はい、皆さんこんにちは、ママキャンです。以前から私の友達、リアルの友達にも防災用のポータブル電源ってどんなの買えばいいんだろうっていう風にいろいろ聞かれていて、でいつかそういう情報を初心者向けに分かりやすく伝えたいなって思っていたところ、今回ブルーティーさんからかなりおすすめできるポータブル電源のご提供をいただいてしまいましたので、今回はもうすでにポータブル電源を持ってるよっていう方から全くノー知識でもうどれを選んでいいのか本当に基準がわからないやっていう方まで、いろんな方向からママキャン独自のアイデアだったり、またこの商品すでに持ってるよっておっしゃられる方にも有用なアイデアが詰められた動画にさせていただきたいと思います。チャプターに分けてご説明させていただこうと思ってますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、それでですね、今回はブルーティーさんからこのポータブル電源いただいてしまって、でこの紹介ももちろんするんですけど、うちのママキャンのチャンネルは視聴者の方に本当に実践的に今日からでも備えていただける人が一人でも増えてほしいっていう願いを込めて動画を作らせていただいてるんです。それで今回ご紹介するこちらのポータブル電源は同じ同価格帯の商品の中で相当コスパのいい商品にはなるんですけれども、それでも、2万円とか、場合によっては3万円とか、今セール中なのですごくお買い得なので本当に押せる商品ではあるんですけれども、今生活に困ってらっしゃる方とかで、そんなに急に1万円2万円出すのってまた躊躇するわっておっしゃられる方もいっぱいいらっしゃると思うんですね。一人でも多くの方が気軽に防災に取り組んでいただくための情報を中心に発信していきたいなと思ってますので、まず一番最初におすすめできるのがこちらのモバイルバッテリーです。これは500円ぐらいでダイソーとかで買えるんじゃないかなと思うんですけど、 5000mAh の小さいモバイルバッテリー、こっちは私は Amazon で買ったんですけど、2000円から3000円ぐらいで買える1万 mAh のモバイルバッテリーです。このくらいの手のひらサイズのバッテリーがあれば、とりあえず1日2日スマートフォンを生きながら出せることができます。スマートフォンにはもうライトもついてるし、位置情報とかいろいろな防災用のアプリとか、あと緊急連絡先とかっていうのをしっかり日頃から入れていっていただいて、でこういうモバイルバッテリーを会社の通勤バッグだったり、車の中に置きっぱなしは真夏は危険なんですけど、常に携帯しているっていう状態であれば、災害っていうのはどこで会うかわからないので、日常使いのモバイルバッテリーをもし持ってらっしゃらない方がいたら、まずこちらから備えてください。はい、でその次にですね、防災バッグを作られる方がいらっしゃると思うんですけど、防災リュックとか防災バッグって作って放置しちゃうんですよね、どうしても。うちも半年に1回点検しましょうって勧めてるし、実際するんですけど、なかなかこれが忙しいと1年に1回とか2年に1回とか伸び伸びになっちゃうんですよ。お忙しい方、そこまで防災に熱心で備えていられないよっていう方には、こちら10年保存の乾電池と USB チャージャーですね。これ安いんですよ。ジャンコードはこちら。これね、最寄りの量販店とか電気屋さんで売ってるところは売ってるんですけど、200円もしないで買えます。昔は100均にあったんですけど、今なぜか100均には置いてないんですね。単3電池を2本仕込むことでスマートフォンを充電できますよっていう非常用の電源ですね。乾電池は車の中に置いておいても発火するってことはまずないので、こういう電池式のチャージャーを車の中とかに常備で置いておくと、車のエンジンがかからないわとかで携帯電話に充電できなくなった時に、いざという時には使えると思います。防災バッグに10年間入れっぱなしでもそこまで悪くはならないとは思うので、軽いし安いしで長期保存が可能なので、まずはこういう安い方法で備えてみてください。はい、あとは比較的最近セリアさんとか、ダイソーさんでも最近売ってるらしいんですけど、この USB ライトですね、非常に省エネになるので、こんな感じで電池を入れていただいて、あと挿せば
こうやってライトが作れます。防災備蓄に電池を入れる場合はマンガンじゃなくてアルカリを選ぶようにしてください。マンガン電池の方は毎日使うような機器に使うと長持ちします。でアルカリ電池の方が長期的な保存には向いてるので、アルカリ電池の10年保存みたいなのをしっかり選ぶようにしてください。あとこういう電池式の機械に電池を入れっぱなしにして保管するのは絶対やめてください。こんな感じで、暑いところとか長期的に電池を置いておくとサビサビになって液だれを起こすんですね。で、こういう液だれを起こした電池って機械の、接続の端子の部分、その部分の金属の部分をどんどん錆びらせちゃって、で、機械を使えなくしちゃいます。なので必ず電池は抜いて保管してください。私の場合は電池式のセットを車の中に常備しておいてあります。はい、それではまず大前提として、あなたはポータブル電源を買う必要がありますかっていうお話からしてみたいと思います。私は車中泊とかキャンプとか趣味でよくするので、ポータブル電源がすごく便利だし、かなり必須アイテムとなっているんですけれども、どのような生活スタイルをしてらっしゃるか、また家族構成によってはポータブル電源までいらないんじゃないかなっていう人もかなりの割合でいると思います。ポータブル電源っていうのはバッテリーなので、購入から徐々にバッテリーっていうものは劣化していきます。また今すごくバッテリーが進化している過渡期なので、次世代の蓄電池っていうのがこれからどんどん進化していく段階なので、今慌てて大容量のバッテリーっていうものを普段使いもしないのに買うっていうのはやっぱりさすがにもったいないかなって私も思います。ただね、日本は災害大国っていうこともありますし、最近本当に停電のニュースが増えてきてるんですね。もう日本各地で電気設備っていうのがどんどん老朽化をしてくる年代になってきていて、これから停電っていうのはどんどん増えていくと思うんですよ。例えば電気毛布なんかなくっても北海道でなんとかなると思うし、 IH 調理器とかはそういうのは災害時に使わなくてもガスコンロとかもしくは焚き火でなんとか熱源っていうものを作れると思うんですけど、どうしても電気が必要なのってやっぱりスマートフォンと LED ランタン、この2つが大きいと思うんですね。で、LED ランタンについてはろうそくとかアナログなものでも代用はできるんですけど、やっぱり危ないし、寝てる時にずっとつけっぱなしにしておくとかっていうのはかなり難しい。火を扱うと火事になったりやけどを負ったりっていう心配もあるので、 LED ランタンっていうのはやっぱりどうしても必要になってくると思うんですね。単身者でなるべく身軽になるべく物を増やしたくないっていう方についてはこういうセットがおすすめになります。ただし電池を使い切っちゃうともう使えなくなっちゃうんですよ。で、その場合は充電式の乾電池とソーラーチャージャーみたいな組み合わせで、これも2つ防災リュックの中に入れておけるギリギリのサイズかなって思うんですけど、でこういう組み合わせを持っておくことによって1人分ぐらいのスマホの充電だったらなんとかなるんじゃないかなと思います。これは別の動画で紹介していますのでそちらをご覧ください。電池式とモバイルバッテリーっていうのをクリアした後で、ようやくここでポータブル電源ポタ電っていうものの登場になってきます。最大の頻度としては1日とか半日の停電ぐらいが起きる頻度の方が断然高いので、電池式やモバイルバッテリーっていうものを揃えておけば大概なんとかなるんですけど、高度成長期に作られた電気のインフラっていうのが最近どんどん老朽化してきて、で最近の災害発生時に停電になる頻度とかその規模とか長さ、長期化っていうのが結構深刻になってきてるんですね。1ヶ月以上の停電もあり得るっていう時代になってきました。単身者で身軽な方だったら、すごい災害が起きている状態だったら、なるべく身軽なバックパック一つで被災地を離れてしまうっていうのがおすすめなんですけども、家族の中にあんまり身動きが取れない方がいらっしゃったり、もしくは職業的にその地を離れられないような重要なポストについていらっしゃる方がいらっしゃる場合は、やっぱりその期間もその被災地っていうのに留まらなければいけなくなってくると思うんですね。そういう時にポータブル電源があるとより安心になってきます。
防災用で考えた時にライトとスマホの充電だけに限定するのであれば、制限波じゃないさらに小型のポータブル電源っていうのがあって、これ 150W までで AC 出力もついてるんですけど、こういうのもあるんですね。で、これでも全然防災用としてはありだと思います。で、これ 60W のソーラーパネルなんですけど、この小さいポータブル電源と 60W のソーラーパネルがあれば、天候次第なんですけど、無限にスマートフォンの充電とライトの充電ぐらいだったら叶うようなセットになってます。ただし、もうこの商品は販売終了してるんですね。このセットも4万円ぐらいするので、まあ10年ぐらいは使っていきたいなって思うじゃないですか。で、そうすると、初心者の方には特にスペックで買うっていうよりも会社の信頼性とかメジャーな会社で買うことをお勧めします。保証期間中に会社さんがもう存在しなくなったりってことも起きなくはないので、そこら辺今回紹介するブルーティーさんだったり、あとエコフローさんだったり、ジャクリーさんだったり、パワーアークさんだったり、アンカーさんっていう、そういう割かし上位を占めているポータブル電源の会社から買うことは初心者向けにはいいですね。ポータブル電源って防災用品の中でも結構高額な部類になってくるので、おすすめとしてはやっぱり保証もしっかりしてて、あともうすでに使ってるユーザーさんが多くて、で10年ぐらいしっかり会社が存続するであろうっていう見込みのメジャーな会社さんから購入することをおすすめします。あと個人的にもう一つ、新発売っていうポータブル電源にすぐ飛びつくのはやめといた方がいいんですよ。できれば発売後1年ぐらい様子を見て、レビューがある程度整って評価が良かったっていうポータブル電源を買った方がいいんですね。で、そういう条件には今回のブルーティーさんのこの EB3A は合致してます。実店舗のお店に行って説明を受けたい人、実店舗のお店で買いたい人にはジャクリーさんとかアンカーさんっていうのがおすすめです。で、ジャクリーさんやアンカーさんはリサイクル協定にも入ってるので、使い終わったポータブルバッテリーをそのまんま引き取ってくれるっていう保証がついてるんですね。なので、すごく安心して買えます。ブルーティーさんとエコフローさんの2社は技術的にトップを競い合う二大巨頭みたいなイメージになってるんですね。じゃあ実際こういうポータブル電源とかソーラーパネルってどのくらい活用してますかっていうお話なんですね。で、このセット4万で買っても防災用の備蓄として置きっぱなしだったら、ただただバッテリーが劣化していくし、全然使わないものに4万かけることになってしまうんですよ。はい、そこで登場するのは今回のブルーティーさんの 3BA なんですね。実はですね、私が自費で買ってこのブルーティーさんの EB55 を私はすごく酷評しました。っていうのも、これは未だに私は全然人におすすめできないポータブル電源なんですよ。であるにもかかわらず、今回この EB3A はご紹介しようと思ったのが、このポータブル電源のかなりの問題点は、こっちの EB3A に進化してる時にすごい改善されてるんですね。なので今回はこちらの EB3A はおすすめですと言えるようになりました。まず特徴の第一のポイントが見た目の可愛さです。部屋にずっと置いといても真っ黒とか、あと蛍光色みたいなタイプのポータブル電源が多かった中、パワーアークさんのポータブル電源とかはすごくおしゃれなんですけど、ブルーティーさんもこういう淡い色の女性が好みそうなタイプの色の商品を出してきてます。上に平たいデザインなので、上に物が積めるんですよ、こうやって。車載する時とか、いろんなシーンで上に物が置いておけるっていうのは便利です。あとね、一応天井部分でスマートフォンの充電はできます。ただ私が使ってる iPhone のケースが分厚いので全然反応しないので、これはお使いのスマートフォンのケースによると思うんですけど、気になるのがこのボタンの反応なんですよ。これ見てください。見えました？これあっという間に、これめっちゃイライラするんですよ。なんでこんなに早くディスプレイが消えちゃうのみたいな。両方そうなんですけど、ディープスリープモードみたいなのに入っちゃうと、最初のボタンの反応がすごく悪くて、すぐに液晶が消えちゃってイライラするんですね。
で、こっちはかなりその辺改善はされてます。今こうやって勝手にディスプレイ消えちゃうじゃないですか。こっちはまだその点改善してます。で、電源がオンの状態だったら、ずっとこのディスプレイはつけっぱなしで置いておくっていうモードをもうブルーティーさんには強くお願いしたいです。勝手に消えちゃうんですね、こうやって。この機種に比べてこっちはかなり改善して長く表示するようにはなったんですけど、それでもこうやってディスプレイが消えちゃってると、このちっちゃいボタンが光ってるか光ってないかなんてわからないんですよ。正直、老眼じゃないですけど。見えますこれ。今光ったじゃないですか。はい、光りましたよね。これで電気がオンの状態なんですよ。で、これで消したらオフの状態なんですよ。このボタンすごく小さすぎて、もうしょっちゅうあるんですけど、電気を消し忘れます。他のポータブル電源いくつか使ってると、こういうボタンが反応してちゃんとピッていう音を出してくれるんですね。で、わかりやすいし、なので、ブルーティーさんは電源がオンの時にこの表示がついてて、電源がオフの時にこの表示が消えるっていうシンプルな構成にしてほしいですね。2つ目の違いが、こっちの方がかなり幅広く家電が使えて、こっちは全然なんですよ。容量で言ったらこっちの方が倍ぐらいあってたくさん電気を使えるはずなんですけど、バッテリー保護機能みたいなのがすごく強力で、一応 700W まで使えるはずなんですけど、 500W ぐらいの電力を消費したぐらいでオーバーロードになって止まっちゃってます。っていうのも、これ私予約して買ったんですね。で、こういう商品にありがちなんですけど、発売直後のこういうポータブル電源って当たり外れがすごく大きかったりするんですよ。で、エラーコードがすごい出たりとか、使いづらかったりとかっていう不具合が起きるんですね。発売してから1年ぐらい経つと、そういうトライアンドエラーっていうのがある程度終わって、で、進化しますんで、3BA の方はちょうど発売から1年ぐらい経って、レビューも出揃って、で、ある程度、ファームアップデートみたいなのが済んでるんですよ。なので、今買うんだったら、この本体本当にすごいお得です。あとはサイズ感なんですけど、実はこれ、この容量的に見たら、本体としては大きいです。大きいんですけど、軽いっていうのもあるので、ギリギリ女性が片手で持ち運びしやすいサイズになってます。ポータブル電源って言っても10キロを超えてくると、正直女性の人が頻繁に持ち歩けるような重さではないんですね。今までエコフローさんが独壇場だった高速充電っていうのを、こっちも結構追って実現しているんですね。で、すごいのが、AC も高速なんですけど、こっちの PD っていうソーラーパネルの充電が 200W できるんですけど、このくらいの中間の機種でそのくらいの大きさができるっていうのはかなり高いです。ソーラーパネルの実験の動画も別撮りしているので、そちらの方もご覧ください。今回ブルーティーさんからなんと 200W のソーラーパネルの貸し出しもしていただきましたので、早速この 200W パネルで発電テストもしてみたいと思います。はい、早速 98W とかだいたい 100W くらいでソーラーパネルが発電しだしました。で、この時間だと 2.6 時間で充電ができるって書いてあります。今日ね、曇ったり晴れたりでちょっと雲はあるんですよね。でもこれがリアルな測定だと思うので、ちょっと曇ると 40W 前後になって、で、ちゃんと晴れると 100W ぐらいになります。発電効率から見てもうちょっといってほしい感じはしますけど、今のとこ 100W マックスですね。11時から開始して2時間ぐらいちょっと待ってみようと思います。
はい、今、3時間経過しまして、ちょうど 100% になりました。ぴったり3時間で終わりましたね。こんな感じで、2回ぐらいちょっと傾きを変えたかな。晴天で雲がちょうど晴れてる状態だったんですけど、99ワットでしたね。今回ソーラーパネルの200ワットをお貸しいただいて使ってみた感想を、さすがに200ワットパネルの高出力だととてもあっという間に充電ができるのでおすすめではあるんですけど、個人的には200ワットパネル1枚よりは100ワットパネル2枚とかのセットにしてくれた方が良かったかなって思います。っていうのもやっぱ200ワットパネルは大きすぎて取り回しがちょっと悪いかな、重いかなっていうのは大きいんですね。ワンサイズ小さいのだと120ワットがあるんです。せっかくこれ200ワットまで充電できるのに120ワットのソーラーパネルだとちょっとダウンサイズしちゃうとは思うんですけど、ちょっとブルーティーさんには申し訳ないんですけど、100ワットのソーラーパネルを2枚つないで、なんとかしてここの穴につながるようなケーブルの形にして充電する方がおすすめかなって思いました。ポータブル電源2個持ってた場合は2台同時に充電することもできれば、個人的に一番おすすめなのが車のフロントガラスにちょうど収まるぐらいのサイズのソーラーパネルっていうのがあると、車内で充電しながら防犯上も問題ないような形になるのかなって思います。ソーラー充電用のケーブルはなぜか本体と一緒についてきたんですよ。で、そういうレビューをしてる人も多いので、販売サイトにはソーラー充電用のケーブルは別売りです、オプションですって書いてあるんですけど、なぜかついてくるんですね。なので、それはついてくる可能性があります。あと、ソーラー充電の時にも思ったんですけど、遠隔で Bluetooth でアプリで操作できるのはすごい役に立ったんですよ。外で充電してる時にいちいち外のソーラーパネルとこの子が何ワット今充電してるだろうかって見に行くのすごい暑いじゃないですか。家の中から今何%充電してるかっていうのを確かめられたのとかはすごくいい。ただスマホのアプリがないと逆にこういうブースト機能とかいろいろなモードチェンジっていうのができないので、そこはちょっと注意点ですね。あと EV3A をご購入の時にもう一つご注意点がありまして、それがこのカーチャージのケーブルっていうのが別売りなんですよ。3A はソーラーチャージャーとカーチャージャーが同じこういうタイプの充電の穴なんですね。で、この専用のカーチャージャーっていうのが別売りで2000円ぐらいかなかかるので、車で車中泊で使う時には結構必要になってくるアイテムなので、それはご注意ください。はい、それでは次にシガーソケットからの充電テストをしてみたいと思います。なんかこれめちゃくちゃ硬いんだけど、硬い、入らないよ。どうなってんの？大きいのかな？すいません、ちょっと夫の車汚いんですけど。はい、今後ろのラゲッジスペースのカーチャージに無理やりねじ込んだらなんとか入りました。これめっちゃ硬いです。夫の車全然掃除してないのでものすごく汚いんですけど、これでちょっと充電をしてみたいと思います。カーチャージから今96ワット充電してます。一般車のウェイクです。今これで高速充電モードなのでちょっと充電モードを低速にしてみますね。静音モードにしても96ワットで変わらないですね。一応うちの軽トラベースの軽キャンのテントムシの方でもちょっと充電テストもしてみます。85かな。ちょっとなんかうちの軽トラだと少なめに出ますね。高速充電にしてもやっぱり86、87なので同じ自動車でもやっぱり車種によって多かったり少なかったりしそうです。で、うちのテントムシはかなりタコ足配線になるんですけど、いろいろつないでいると、77にちょっとやっぱり落ちますね。はい、で AC 充電が爆速っていうのは、いろんな方のレビューでご覧になれると思うんですけど、あっという間に充電できます。ただ高速にしておくとちょっとバッテリーを傷めやすかったり劣化が激しくなるので、普段は静音とか普通標準で使っておくのがいいと思います。はい、それでは家庭用の5合まで炊ける炊飯器に 1.5 合のお米とレトルトパックを3つ入れた状態で、よいしょ。
炊飯にチャレンジしてみたいと思います。はい、つきました。それでは普通に炊飯してみます。はい。いきなり620ワット。オーバーロードかな。でもまだ炊飯の電気ついてますね。また来た。炊飯器によって電気の使い方って多分だいぶ変わると思うので 0% になる時もあるので、エコモードはオフにしとかないとダメですね。エコモードをオフにして、で電力シフトをオンにしました。5時から炊飯を開始します。これ今日のうちの夜ご飯なのですごい心配なんですけど、これでだいたい40分ぐらいちょっと様子を見てみようと思います。今13分経過しました。あっという間に 63% にはなってますね。5時24分になりました。そこであと残り 38%、 炊飯の完了まで残り11分となりました。頑張れ。いけそうですね。 35% で残り1分となりました。はい、今ご飯が炊き上がりました。保温状態になったんですけど、これはもう切ってしまいます。35% になりました。98% から 35% なので、だいたい65% ぐらいかな。現在時刻38分。だいたい40分弱ですね、普通炊飯で。早炊きの方がいいのかもしれないですけど。はい、じゃーん。熱っ。よいしょ。熱々です。そしてこのシリコンを熱々よいしょ。底の方にへばりついてるご飯がちょっとあるんですけど、この部分も問題ないです。この部分のご飯を持ってきます。ご飯の炊け具合は問題なく完全に普通に炊き上がってます。子供にはハヤシライスで、大人はバターチキンカレー。裏もそんなにご飯ついてないです。シリコンで綺麗に取れますね。はい、というわけで普通の家庭用の炊飯器を使って3人分のカレーとご飯を一気に作ることに成功しました。はい、次に実験してみるのは、この三幸さんの高速お弁当箱炊飯器を使って炊飯を試してみます。家庭用のやつよりかなり省エネなんですよ。で、これでご飯を今1合分セットしてあります。で、業務スーパーの昨日と同じやつなんですけど、170g か。小さめなレトルトカレーだったらなんとか2つこうやって蓋の中に収まります。かなり箱蓋ギチギチになるので推奨されないんですけど、本来だったらこれ 0.5 合とレトルトパック1つぐらいで1人分ぐらい作るのがちょうどいいですけど、ご飯1合炊いてレトルトパック2つ入れると2人分ぐらいのご飯は一気に作れます。 0.5 合と1合だと1合の炊飯の時の方がちょっとだけ電力消費量増えるんですね。昨日の残り 34% で現在時刻が9時16分、スイッチを入れて炊飯をスタートします。こちらが183とか出ますね。だいたい200ぐらいいくかな。もうちょっと上がってる。ちょっと詰め込みすぎちゃって蒸気が出る穴を少し塞いじゃってるのでピューピュー音が鳴ってるんですね。これは私の使い方が悪いです。4% を切ったところで赤い充電してくれマークみたいなのが出てきましたね。あともうちょっとで頑張れ。来ました。残りわずか 0.1% のところで保温になりました。はい、じゃあちょっともう保温の状態で切ってしまいたいと思います。はい、頑張ったね。いやー、結構本体も熱くなりながらファンをたまに動かしつつ、いやめちゃくちゃギリギリでした。だいたい 35% で1合分炊き上がった感じですね。しっかりレトルトも2つ温まってます。熱々。
家庭用の炊飯器の半分ぐらいの電力で済んだんじゃないかなという感じになると思います。ちょっとまだ蒸らしが終わってないので水分が残ってるんですけど、はい、というわけで女性だったら2人分ぐらいの量になります。はい、というわけで三幸さんの炊飯器を使った実験をしてみましたが、いちごを炊いて2人分のレトルトを熱々に温めて使った消費電力は、33% かなになりました。はい、次に家庭用の大型の扇風機ですね。大型の首振りの扇風機がしっかり使えます。で、強だと 5.7 時間、中だと 6.9 時間、小だと 7.5 時間、一晩ぐらいだったら使えると思います。災害発生時に夏でクーラーは無理でもせめて扇風機ぐらいはないと寝苦しいですよね。家族全員分に風が当てられる大型のこういう家庭用の扇風機が使えるっていうのは相当ありがたいと思います。明け方になるとだいぶ涼しくなってくるので、やっぱり夜寝つくまでの 2,3 時間だけでもしっかり扇風機が回るっていうのは嬉しいですね。あとこの機種簡易 UPS 機能っていうのがついてるので、ここに AC アダプターをずっと差しっぱなしでここから AC で出力でパススルー状態で例えば金魚の水槽のエアポンプだとか、電気が止まったら困るようなものにずっとつないでおく、その時のバックアップ電源になるんですけど、簡易版なので信頼性がめちゃくちゃ高いわけじゃないので、使えるシーンっていうのはお選びいただきたいんですけど、ただここのパススルーができることによって、例えば雷みたいなのが落ちてすごい電圧がここに入ってしまった時、ソーラーパネルとかもそうなんですけど、その時にこのバッテリーを保護するブレーカーみたいなものが落ちちゃうんですね。で、そういうのが落ちた時にここのリセットボタンみたいなのを押すとそれが復活しますよっていうのが英語の説明書にはあったんですけど、日本語にはなかったんですよ。サーキットプロテクターの説明は日本語にはなかったので、ちょっとブルーティーさんにはそこの方を見直してほしいなと思います。1200W まで使えるポータブル電源だったら、いざという時に本当にかなり幅広く使えるんですよ。例えばこういう普段家で使うようなドライヤーを使うためのポータブル電源ってもう10万円以上のものじゃないと無理だったんですね。これで本当は 1200W の普通の家庭用のヘアドライヤーが600ぐらいに落として使えるようになってるんですね。0.8 時間になってるんですけど、なんとか髪の毛が乾かせるぐらいの時間だったらこのポータブル電源が使えるようにしてくれます。次にこの小型の 950W のセラミックヒーターの電気をつけてみます。はい、一応動いてますね。はい、止まらずに一応動いてます。これもすごいことで、今まで10万円以上のハイクラスの大型ポータブル電源でしか動かせなかったこういう電熱家電がこのポータブル電源のリフト機能で使えるようになってるんですよ。しかも定格で 600W までいけるので、このミニトースターみたいなのもちゃんとしっかり温まります。ただね、今ブーっていう音がしてると思うんですけど、結構この本体が大きな音が出てくるのでちょっとびっくりします。こっちの 3A の方はほとんどの家電は本当に使えます。で、こっちの 700W 出力の55の方は全然使えないんですよ。この差は激しくって、で、容量はこっちの方が倍あっても使えない家電が多すぎて、結局容量は半分ぐらいのこっちの方が使い手があるんですよ。で、私の過去のこっちのレビュー動画を見てもらって散々酷評してるように、せっかくポータブル電源があっても使えない家電っていうのがあまり多いと意味がないんですよ。容量はたっぷりあるはずのこっちの55の方の活躍するシーンってすごく少なくなっちゃって、逆に容量半分でもこっちの 3A の方が活躍頻度は非常に高くなりました。重さもね、こっちの方が軽いので持ち運びしやすいっていうのもあります。
扇風機とかを長時間使うにはこっちは役に立つんですけど、ちょっと家電を外で使いたい時にこれを持っていけば大体使えるっていうので、本当に全然気持ち心強いですよね。で、あとは止まらない。こっち本当にしょっちゅう止まったので、こっちは本当に止まらずに使えてます。ポータブル電源2万も3万もする高いものを買っても、キャンプとか車中泊とかしない人ってもうずっと家に置きっぱなしで無用の長物じゃないですけど、本当に置物状態になっちゃうと思うんですよ。でもこれは UPS 機能がついてるから、ずっとパススルーで電源が落ちては困るものを接続したりとか使い入れが多いので、ちゃんと使えるポータブル電源になってるかなと思います。一番のこの子の欠点は容量が少ないということなんですね。炊飯器のテストの件でもそうなんですけど、せっかく高い出力があるので電熱家電を使おうと思っても、あっという間の短時間で容量を使い切ってしまうので、そんなに何回もは使えないわけです。うちにある一番最高の容量のポータブル電源がこれなんですけど、なんと大きさ見比べてもそんなに差はないようなこの子が、なんとこの子の容量の5倍ぐらいかなあるんですよ。このくらいの容量があればソーラー充電とかなしに1週間ぐらい全然電気が足りなくならないんですね。ただしこのゼンデュアさんは三元系って言って、すごく密度の高いバッテリーの代わりに少し安全性で言ったら劣っちゃうんですよ。上級者向けではあるんですけど、ポータブル電源をよく使う人にとってはこっちのゼンデュアさんっていうのはすごく魅力的な電源なんですね。我が家はちょっと汚くて申し訳ないんですけど、石油給湯器を使ってお風呂を沸かしています。うちは西日本で 60Hz なので、給湯だと点火値が 110W、 燃焼時 90W、 風呂の給湯だと 215W、195W を使用するはずなので、これでポタ電で動くかちょっと試してみます。初めて抜くんですけど、よいしょ。確認ですけども、外のコンセントを抜くと電気が入らなくなります。はい、これで電源をブルーティーに挿しました。はい、一応電源は入りましたね。じゃあこれからちょっとお湯を出してみたいと思います。今しっかりお湯が出てきました。これでちょっとお湯を出している状態でポタ電がどういう条件か見ていきます。はい、今給湯器がブンブン言ってお湯を作ってくれてます。でシャワーでだいたい 90W 前後を使っている状態で 2.7 時間2時間3時間近くこれでお湯が作れます。はい、というわけで、うちみたいに灯油ボイラーを使っていたり、もしくはプロパンガスとかの給湯器を使っている場合、ポータブル電源さえあればしっかりお湯が沸かせて家族がシャワーを浴びる分の時間は確保できるみたいです。はい、お待たせしました。それではここからはママキャンが独自で開発したこの EB3A の上手な使い方講座をしてみたいと思います。まずは第一がここですね。実はうちの母がつけてくれたんですけど、リボンがついてるんですよ。で、これをつけてないと片手で持ち上げるのが結構大変になるんですね。で、このリボンをつけておけば片手でこうやって簡単に持ち上げられるんですよ。これすごく単純なことなんですけど、かなりあるとないのとですごい使い勝手が変わってくるシンプルなライフハックです。はい、じゃじゃーん。こちらは、コメリというホームセンターで買えるソフトクーラーバッグベージュの9リットルになります。これがね、確か1000円ぐらいで買えたと思います。これぴったりのサイズではないんですけど、よいしょ。はい。こんな感じですっぽり収まります。蓋のところにちょっとしたコードとか、あとこのバッグに説明書とか入れて、これでポータブル電源を肩掛けして持ち運ぶことができるようになります。アウトドアでしょっちゅう移動するときにポータブル電源を本当に持ち運ぶので、こういうカバンがあるとすごく使い勝手が良くなるんですね。実はエコフローさんっていうのはこういうポータブル電源に必ず専用のカバンっていうのが設定されてて、で本当に専用品なのですごいしっかりしてるし、もう使い勝手が非常に良くて、
でまず私はもうエコフローさんのポータブルバッテリーでこのカバンの良さ、カバンのありがたさっていうのを痛感したんですよ。それからポータブルバッテリーにカバンってあるといいんだなっていうことが分かったので、それでこういうカバンを自分でだいたいサイズに合うものを探して使うようにしています。ぴったりのサイズじゃなくてもソフトクーラーだったらわりかし綺麗に収まりますので、もしよろしければ参考にしてみてください。はい、それで最後ここ重要です。ポータブル電源っていうのはできれば 80% で保管してで 20% ぐらいまで使ったらまた 80% で充電してっていうのを繰り返して 100% とか 0%、1% に上げすぎたり下げすぎたりしない方が充電は長持ちするんですよ。でもなかなかそれを定期的に見直すのって忙しいとできないですよね。本当は半年に1回ぐらい充電して放電してっていうのをしなきゃいけないんですけど、そんな暇はなく放置しがちなんですよ。そういう私みたいなこういう物忘れの激しいというか、忙しい人にこういうポータブル電源の保管を便利にしてくれるのがこのようなスマートプラグです。で、Amazon でも有名なスイッチボットシリーズもあって、私はたまたま複数台のポータブル電源とか、あと LED ライトを保有しているので、たくさんついてる中国製のものを購入してるんですけど、すでにスイッチボットをお持ちの方だったら、スイッチボットシリーズでもいいと思います。で、これがいいのが、タイムスケジュールっていうのが組めます。本当は1ヶ月に1回充電とか組めたらいいんですけど、このスマートプラグは、1、2、3、4で、ここの USB も含め、それぞれに時間設定、タイムスケジュールが組めるんですね。こういうスケジュール式のプラグを使えば、1週間に1回15分とか10分とか、自然に放電していく分をちょっとずつ充電し直してくれるので、これでバッテリーの劣化を最小限に食い止められるのではないかなと思います。これで6個分の充電機器が自動で充電できるようになります。今いっぺんにやってるんですけど、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日みたいな感じで一つずつずらして、でそれぞれ5分とか10分とかそんな程度で充電の更新ができると思うので、これでメンテナンス、充電機器のメンテナンスがほぼ自動化できると思います。これ私が考えて今実践している方法で、もしもこの方法じゃダメだよっていう電気に詳しい方がいたら教えてほしいんですけど、私はこれでスマートプラグで充電式の LED ライトとかこういうポータブル電源とかをつないでおいて、自然放電した分を取り返すような充電をこちらにつないでやってもらっていて、で放置しておけるので、これでポータブル電源のメンテナンスっていうのを最小限にしてます。この 3A は UPS 機能もついてるし、ずっと充電を差し込みっぱなしでずっと置いておくことも可能な機種なんですよ。でブルーティーさんの担当の方にも問い合わせたんですけど、ずっとコンセントに差し込んで放置しておくことは別に問題はないっていうんですね。ただ私実際それをやってみて気づいたのは、常時 10W ぐらいこの子は消費し続けるんですよ。対比電力みたいなのがすごく大きい。しかもたまにこのファンがブンブンなったりしてうるさいので、充電プラグを差しっぱなしっていう使い方は私は電気もったいないなってなったんですね。でこのプラグ自体はもうそんなに言っても電気消費しないので、ここからこっちに定期的に充電するような方法を選びました。でね、UPS 機能ついてるので、本当に金魚を飼ってて、で空気を入れたりだとか、その場合は消費電力常時 10W ずつっていうのはもうしょうがないから諦めて受け入れるしかないかなと思います。いろいろネガティブな話はしましたけど、この価格帯でこの性能、この高出力アプリとかを含め、これだけの設定能力ができて、高速充電ができて、でソーラー200対応でっていう同価格帯と比較するとかなり図抜けてて、この子はコスパがいいしおすすめできると思います。ちょっとした車中泊旅行とかキャンプしてみようって思った時にかなり役に立って幅広く楽しめるっていうので、楽しみとしてのおすすめがすごくありますね。はい、というわけで本日の動画はいかがだったでしょうか。最近防災ネタが増えてきてるんですけど、
本当は最初は車中泊とかキャンプとかをメインにしていろいろ動画を出させていただいてるんですけど、キャンプの動画とか車中泊の動画はプライベートな情報を含んでるので、サブチャンネルの方で運営させてもらってます。でメインチャンネルの方は防災関連の情報を今後も扱っていきたいと思いますので、もっとそういう防災関連の情報を知りたいよっておっしゃられる方はぜひグッドボタンとチャンネル登録の方で、応援のほどよろしくお願いします。またね、今回ブルーティーさんにご提供いただいたんですけど、うち友達とみんなでキャンプしたりとかよくするので、ポータブル電源だったり防災アイテムはいくらあっても全然嬉しいです。まだまだ今後もいろんな企業さんからお声掛けいただけることをお待ちしております。はい、動画がまた今回も長くなってしまいましたけれども、この動画がまた迷われている方の参考になると幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。